はい、皆さんこんにちは。おっちょこちょいのとじこです。今日は私、和歌山県田辺市の川湯キャンプ場に来ております。このキャンプ場に来るのは今回2度目です。初めて来たのは今年の2月でした。その時はとっても寒くて雪が舞っていて、日陰には根雪が残っているような季節でした。今回は10月中旬ですので、暑くもなく寒くもなく、キャンプのベストシーズンの上、天気も良かったのでめっちゃ良かったです。平日ですのですごく空いてます。で、駐車場からも近く、トイレや炊事場も近く、川も見渡せる、おそらく一番人気スポットであろう場所にテントを張ることができました。この芝生サイトは車乗り入れ禁止なので、駐車場の近くは助かるんですよね。今日のテントは小川のタッソ TC で七角形にして設営しようと思います。七角形だとインナーテントやキャリーワゴンもそのまま入れても広いスペースでいられるので、今みたいにそんなに寒くない季節は七角形がとても快適です。今後だんだん寒くなっていくと、テント内があまり広いと暖房が効かなくなるので、冬は六角形が快適になります。このタッソ TC は六角形、七角形、八角形と目的に合わせて変えることができるので、本当にいいテントだと思います。さてさて、こんな感じで設営が終了しました。この時期は結露もあまりないし、虫ももうほとんどいないので、全面を全開に開け放って過ごせる、ほんとキャンプのベストシーズンですよね。中はこんな風にレイアウトしてみました。ソロだとかなりゆったりできます。テントの中から見える景色も最高です。ということで、今日はこれから予定もなく、ただただゆっくり過ごすだけなので、少し休憩しようと思います。こちらのキャンプ場、とっても素敵で好きなキャンプ場の一つなんですけれども、大阪からだとちょっと遠いんですよね。これはトイレと炊事場です。すごい綺麗ですよ。これは利用案内の看板です。今日も早朝に出発して約170キロを休憩しもって約4時間近くかかったので、やっぱちょっと疲れます。これが受付です。今年の2月に来た時には1400円だったのですが、今回は500円値上がって1900円でした。やっぱりコロナが明けてからどこも値上げの傾向ですね。それでもこんなにいいキャンプ場がこのお値段はかなりのお手頃価格であると言えると思います。今日はとっても穏やかで美しい風景なんですが、この地域は台風の通り道だったり水害の多い地区でもあるそうなんですね。今年の夏も線状降水帯の発生で、それは信じられないような、今とは全く違う景色の映像がテレビに映っていました。本当に自然って時々すごい怖い様相を呈しますよね。さてさて、
焚き火を始めようと思います。先日私還暦を迎えまして、いろいろと家の中を整理しているところでございます。断捨離と言いますか、就活と言いますか、というわけで家の中の処分品を薪代わりに燃やしております。ですから変な形の板を燃やしておりますが、気にしないでください。焚き火のフレームを見ながら人生を振り返ったり、またこれからのことを考えたり、キャンプを始めて本当に良かったなーって思える瞬間です。そうそう、私最近仕事に復帰いたしまして、忙しい日々を送っております。介護の仕事ですからね。私のような年齢でもスーッと職に就けるわけであります。ありがたいなって思っています。仕事をしていると学ぶことも得ることも多いですからね。この仕事は本当によく感謝されることが多いんですよ。映像の方は晩ご飯の焼き鳥を作っているところです。こっちは淡々と仕事をこなしているだけなのに、そんな大げさなってくらいに感謝されるなんてこともよくあります。焚き火で燃やしている板は古い本棚を解体して出た廃材の一部なんですが、よく燃えて異様な煙がもくもく出ました。さっきの介護の仕事はよく感謝されるっていう話の続きなんですが、その中でも一番驚いたことは、私は趣味でオンライン英会話をやっていて、毎日25分間ネイティブの方と話すことがほとんど生きがいのようになっているんですね。もう4年半ほぼ毎日やっています。新しい先生だと必ず仕事何やってるんですかって聞かれるので、ケアギバーですってパッと答えられる仕事を持っててよかったなって思います。すると多くの先生方がおっしゃってくださるんですよ。とっても大切な仕事です、ありがとうって。いえいえ、あなたの国でケアをする機会はないんですよ、日本人だけなんですけどねって言うと、いやいや世界共通ですよ、あなたの笑顔がお年寄りの心を明るくしているに違いない。嬉しいですけど、それはいくらなんでも褒められすぎですと、自虐と自己肯定感が低い典型的な日本人思想のドジコはいつも思うわけです。欧米の方はそんな感じです。きっと介護職の地位が日本よりも高いんだと思います。一方、フィリピンのある先生はこうおっしゃっていました。弟が日本でのケアギバーを目指して勉強していますが、日本を目指すのが一番難しいんです。無理かもっていつも言ってます。英語を勉強していると本当に楽しいこと多いです。さてさて、すっかり夜になったので眠ることにします。次の動画では近くにある世界遺産の温泉に行く様子をお送りいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。